皆様こんにちは。カプコンアーケードスタジアムの Steam 版、PS5 版、発売されましたね。ついでに、帰ってきた魔界村もマルチプラットフォームで発売されましたね。スイッチ版を購入していた方は複雑な心境といったところではないでしょうか。ウプ主のことでございます。今回、アーケードスタジアムで、初めて家庭用向けに移植されたタイトルがいくつかございますが、その中から、19シリーズを本日は取り上げてみようと思います。アーケードスタジアムに収録されている19シリーズはこのようになっております。ちなみに19シリーズと申しますと、ストライカーズ、1945シリーズなるものがございますが、こちらは最強の開発となっており、カプコンの19シリーズとは別物になっております。それでは上から順番に見ていきましょう。1942は、年号でお分かりの通り、第二次世界大戦を舞台に、連合国の戦闘機、P38 で旧日本海軍を撃破しに行くという、日本国民にとっては、心の痛むゲーム設定になっております。操作方法は方向レバーにショットボタンと、緊急回避用の宙返りボタンの2つで、以降、シリーズ共通で同じ仕様になっております。ちなみにファミコン版1942は、カプコンのファミコン用ソフトの第1弾として発売されました。本作の難易度はアーケードゲームとしてはとても優しいのですが、ステージ数が全部で32面と、かなりの長丁場のことから、精神力を持続することの方が難しいゲームになっております。続きまして1943ミッドウェー海戦でございます。実際の史実ではミッドウェー海戦は1942年なのですが、ゲームでは続編ということで、年号をずらしたのではないでしょうか。ゲーム設定は前作に続いて P38 を操作し、日本海軍をぶっ潰すという、これまた敗戦国の悲しき宿命を背負った設定になっております。しかしながらゲーム内容は前作から大幅にパワーアップしており、前作での残機性からエネルギー性へ変更され、宙返りするだけの緊急回避とは別に、敵を一掃できるメガクラッシュが実装されました。ちなみに本作でのメガクラッシュは、ファイナルファイトなどと同じで、ライフを消費して発動するシステムになっています。武器のパワーアップシステムも、スリーウェイショットなどが実装され、より広範囲に攻撃できるようにもなりました。また、敵の艦隊を発見時にシーンの切り替わりなど、シネマチックな要素もございます。あと数年後なら、拡大処理とかになっていたかもしれませんね。他にも、本作には破壊率によって、作戦失敗という概念があり、失敗した場合は再出撃。早い話がやり直しになるシステムでございますね。本作にはマイナーチェンジ版の1943回という作品もございますが、今のところ、アーケードスタジアムには実装されていないため、今回、紹介は割愛させていただきます。続きまして、1941、カウンターアタックでございます。本作はファイナルファイトの次に登場した、カプコンの CP システムのタイトルとなっており、前作からは大幅にグラフィックは向上し、ゲームシステムでは2人同時プレイの実装と、ダメ打ちができるようになりました。前作ではライフゲージがメーターになっていましたが、本作では、残り個数で表記されるようになったため、一目でわかるようになりました。そして、今回もまた、プレイヤーの操作する機体は P38 なわけでございますが、本作での仮想敵はドイツに変更され、ようやく、戦後レジームからの脱却を、果たしてはいませんね、はい。本作は PC エンジンの上位機種、スーパーグラフィックス専用タイトルとして移植されていることは、広く知られているとは思いますが、その他の移植としては、海外版の PS2 のカプコンクラシックコレクションにのみ収録されていたため、国内向けのアーケードクオリティでの移植作は今回初だと思われます。若干のマンネリ感もございますが、豊富なパワーアップの種類や、グラフィックの美しさなど、シューティングゲームとしてのクオリティは高いと思います。続きまして 19WX でございます。
本作は、これまでの19シリーズとは異なり、架空の地球規模の敵、アウターリミッツとの戦いとなっております。本作でのシステム基盤には CP システム2が採用されており、近代兵器による派手な演出やグラフィックを可能としております。と言いたいところですが、また、P38 かよ。今回は機体を3種類から選べるので、不満があれば変えればいいだけなのですが、きっと見た目だけが旧式で、内部は最新鋭に違いないと、妄想を膨らませながらプレイするのであります。どうですか、この火力。これは気持ちいいですね。あと、本作ではライフ制ではなく、再び残機制になり、それに伴って、緊急回避のボムも回数制に戻りました。他にも、本作でのタメ打ちは、マーカーミサイルが発射され、ミサイルに当たった敵はロックオン状態となり、ショットボタンを連打することで、追尾攻撃が出るシステムになっています。前作と比較した場合、かなりゲームシステムが変更されてはいますが、世間一般の評価は高く、当時、数回くらいしかプレイしていなかったウプ主も、今回改めてプレイしてみましたが、素晴らしい完成度だと思いました。特に、BGM と演出が素晴らしいですね。余談ではありますが、本作の登場の1996年といえば、プレイステーションとセガサターンがすでに発売されており、ゲームセンター人口の減少が始まっていた時期ではないでしょうか。ウプ主も徐々にゲーセンから足が遠のいていた時期だったので、本作に関しては正しく評価できていませんでした。続きまして1944でございます。こちらの作品は、カプコンブランドではございますが、開発は魔法大作戦などを手掛けるライジングの開発となっております。とは言っても、19シリーズの伝統を受け継ぎ、時期は P38 でございますね。ゲームシステムは前作から、色々変更されており、ご覧の通り、モニターがシリーズで初めて横置きになりました。前作では残機制に変更されたシステムですが、本作では再びライフ制に変更されました。しかし緊急時のボムはライフを消費するのではなく、個数制になっているあたりは、ライジングのシューティングらしいですね。本作の最大の特徴がチャージシステムで、ショットボタンを押しっぱなしで貯めることができ、最大まで貯めた後に、ショットボタンを離すことで、一定時間無敵の高火力攻撃を放つことができます。チャージ攻撃後はクールタイムが発生するので、しばらくは使えない仕様になっていますが、ボムとは別に無敵攻撃があるのは大きいですね。実のところ、ウプ主は本作に関しましては今回初めてプレイいたしました。2000年と言いましたら、アーケードではセガのナオミ基盤が稼働しており、家庭用では PS2 が発売された後に本作が登場したわけで、家で 3D ゲームをバリバリ遊んだ後に、わざわざゲームセンターへ足を運んで、1944を遊ぶなんて発想になるわけもなく、今に至った次第であります。それではご視聴ありがとうございました。